はい、こんにちは。ひろこパンのひろこです。今日はじゃーん、こんな可愛いトマトを使った、スイーツなんですけど、トマトのコンポートを作りたいと思います。簡単にスイーツに変身できるので、こういうちっちゃいトマトもそうだけど、普通の大きいサイズでも美味しくできるので、ぜひやってみてください。今日の材料です。はい、じゃあ早速シロップの方から作っていきたいと思います。お水がまず 150cc ソースパンに入れます。でそこにワインなんですが、同量の 150cc のワインを入れます。はい、次に砂糖が 90g。はい、お塩が小さじ1/2です。はい、でそれで、レモンはまだ入れずに、ここで沸騰させます。中火スタートです。はい、沸騰して砂糖が溶けるまで、はい、でもある程度どうかな、数十秒ぐらい10秒から20秒こう沸騰させて、ちょっとアルコール飛ばす感じかなにしたら OK なので火を止めます。はい、じゃあシロップはちょっとしばらく粗熱を取っておきましょう。で少し冷めたら、容器にもよるんですけど、ちょっと移し替えて冷ましておきます。あまり熱いのが良くない容器だったら、ある程度お鍋で粗熱取ってから移し替えてください。はい、次にトマトなんですけど、さっと洗ってでヘタ取っときます。でトマトのサイズ、今日ねちょうどいい、なんだろう、ミディアムな感じのサイズなんですけど、ミニトマトでもいいし、大きい通常サラダとかに使うサイズでもいいし、お好みのやつでやってみてください。はい、トマトなんですが、次に、たっぷり、これ今日大ソースパンでたっぷりお水を入れたところに、お水をしっかり沸騰させました。でそこにトマト、ちょっと熱いんで気をつけてください全部入れます。よいしょ。ちょっとたっぷりと言いながらも多すぎると溢れるのでお水の量は気をつけてください。で 1,2 分かな、こうやって茹でると皮がパキッて亀裂が入ってくるので、それまで待ちます。はい、ボウルに氷水を用意しておきます。でそしたらだいたい、ちょっと同じタイミングで全部皮がむけてくることってあんまないと思うんですけど、できたらちょっとこうむけてきたやつからこんな感じで皮が亀裂が入ってくるんですよ。はい、でこっちに氷水に入れていきます。はい、冷水につけたトマトなんですけど、これこう亀裂が入ってて、ここからこうやってつるんってむけてくるので、皮を全部優しく剥いていきます。結構これが気持ちいいんですよ。ペローンって剥けるので、はい、よいしょ。はい、全部皮がめくれました。気持ちよくめくれるのでぜひやってみてもらいたいです。はい、じゃあさっき粗熱からこう冷ましてたところに、レモン、カットしたレモン1/4から2ぐらいかなと、あとレモン汁大さじ1入れて、でこの中に、つけていきます。はい、こういう風に準備ができました。で、完全に熱が冷めたら冷蔵庫に入れて、できたら一晩置いとくといいんですけど、結構ね 3,4 時間でも美味しいので、味見してみてください。はい、でしっくり使った、一晩でまた食べてみてもらって、好きな加減でぜひぜひお試しください。じゃあ冷蔵庫蓋閉めて冷蔵庫に入れたいと思います。はい、トマトのコンポート出来上がりました。めちゃくちゃ可愛くないですか？なんかねでこれちっちゃいトマトでやるとま
またね可愛かったり、お好みのサイズでやってみてもらったらなと思います。これ丸々そのまんま食べてもいいですけど、ちょっとはい、そのまんまいこうかな。あ、大丈夫。いきます。いただきます。もう一個いこう。爽やかでとっても美味しいです。キンキンに冷やして食べると本当に美味しいし、こう一晩シロップ漬けになってるからすごいいい感じに味も染み込んで、トマトの食感は残ってるんですよ。湯むきしただけだから。でその食感がちょうどいい具合に、なんだろう、多分ねこれトマト嫌いな人でも食べれると思います。なんか酸味が残ってるけど食べやすい酸味になってたりするし、いろんなトマトでちょっと試してもらいたいなと思います。フルーツトマトだったらさらに甘いし、ちょっと甘みが少ないトマトでやったのいいかなと。あと、たくさんトマトいただいて渋滞してきてる時にトマト料理してもいいし、こういうちょっとスイーツ、あとおもてなし料理のちょっとした前菜、一口で、前菜というかちょこっと小鉢につけるとか、やっぱそういうのにもできるし、スイーツにもなるっていうことで、めちゃくちゃ意外とこう使えるっていう感じになると思うので、しかも簡単。はい、ということでぜひぜひ試してもらいたいのと思います。はい、砂糖、どんな砂糖使うかでもまた違ったりね、ワイン何使うかでも違うかもしれないな。はい、という感じです。はい、ひろこパンは、YouTube の他に Twitter、Instagram、TikTok やってますので、ぜひそちらも概要欄の方から覗いてみてください。そしてひろこパンオンライン料理教室も始めましたので、ぜひ、詳しくは概要欄から飛べるようにしてるんですけども、4、5人の少人数のレッスンと、あとマンツーマンレッスンもやってて、でマンツーマンだったら例えばおもてなし料理、今度友達の誕生日とかお子さんの誕生日で、ちょっとおばあちゃんたちおじいちゃんおばあちゃん呼ぶのでみたいなそれでどんなお料理をしたらいいかなとかっていうのも相談して、カスタマイズで実践練習してとかっていうこともやったりとか、あとは自分のペースで初心者なんですけどっていう人とか、それぞれに合わせたレッスンをやったりしているので、ぜひぜひよかったらまたご利用ください。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。